はい、今回は前回に引き続いてアルファロメオのトナーレ試乗していきたいと思います。一般道と高速乗っていきたいと思いますので、それでは行きましょう。はい、ということでいきなりエンジンルームからスタートしましたが、いつもご視聴いただきありがとうございます。車試乗好きチャンネルです。今回は前回の内外装編に続いて試乗編行ってみたいと思います。早速ですね、トナーレハイブリッドのスペックですけれども、今映しているように最高出力が160馬力のトルク240ニュートンメートルというところですけれども、これにですねマイルドハイブリッドが組み合わさっているので、モーターが20馬力、そしてモーターのトルクが55ニュートンということで追加されるわけですけれども、どちらかというとですね、やはりマイルドハイブリッドなので補助的な感じになるとは思います。ただですね、これ乗ってみると乗り心地良かったんですよね。早速試乗行きたいと思いますが、運転席入ってですね、エンジンを入れるとこのようなモニター表示が出てきます。フレーキ消化されてていいですよね。モード変更でこのように表示が変わります。こちらとこちらですね。見やすさはかなり鮮明な感じで見やすいと思いますね。クルーズコントロールはこのような表示というふうになります。走り出す前に走行モード切り替えダイヤルだけ確認しましょうか。ニュートラルとダイナミックという感じでこのように変えることができます。運転席のですね、画面の表示もですね、ニュートラルとダイナミックでこのように変わっていきますね。こちらも表示変更があるのは嬉しいところですよね。それでは早速試乗行ってみましょう。今一般道を高速に向かって走っているところになりますが、まず皆さんにお伝えしたいのは、冒頭にも触れましたが、このトナーレハイブリッド、本当に乗り心地いいですね。アルファロメオといえば走りにこだわった硬派な感じがしますよね。車種でいうとアルファロメオのジュリアとかは試乗したことありますけれども、非常にですね、足回りがしっかりしたいわゆる BMW よりもある意味硬派なスポーツセダンということで、私非常に好きなんですけれども、このトナーレハイブリッドについてはそのイメージで乗るとですね、だいぶ足が柔らかいぞという感じになると思います。今柔らかいという表現をしましたが、乗り心地がいいというふうに表現していいと思いますね。このトナーレハイブリッドは5人乗りのコンパクト SUV なので、ファミリーユースとして最適じゃないかなと思いますね。そういった意味でもこの乗り心地は歓迎したいというふうに感じました。またですね、そのファミリーユースでいうと燃費も気になるところですよね。リッターでいうとカタログ燃費が 16.7 キロということで、これは皆さんどう捉えますかね。ハイブリッドなので18とか20キロぐらい出てもいいんじゃないのという意見もあると思いますけれども、輸入車で、この車格で走りはしっかりしているので、だいたい 16.7 キロ出ていれば、十分かなというふうに捉えることもできるかなと思います。なんせね、直列4気筒ターボのスポーツセダン系であれば、リッター10とか11ぐらいになりますので、それに比べるとトナーレハイブリッドは 16.7 ということで、かなりアルファロメオとしては頑張っているんじゃないかなというのが私の感覚ですね。何にしても本当に燃費だけを重視したいのであれば、やはり日本のトヨタとかホンダを乗るのが間違いないということですけれども、前回の内外装編で触れた通りですね、このアルファロメオのデザインに乗りたければやっぱりアルファしかないなっていうところがありますからね。こちらですね、やはりいいところだなと思います。輸入車を選んでいくときには、大体ですね、間違いない範囲で言うと BMW にメルセデス・ベンツというのが二大巨頭でありますけれども、そしてアウディであったりボルボということになりますよね。またですね、皆さんこういった輸入車選んでいる時には当然レクサスも検討されている方多いんじゃないかなと思いますけれども、そういった中にこのアルファロメオも一つ選択肢で加えておくと、非常にですねバリエーションというか個性も含めて選択肢が広がるんじゃないかなと思います。それではですね、高速入ってきましたので、トナーレハイブリッド高速市場に移ってみましょう。
トナーレの情報をすでに確認されている方については言うまでもないかもしれませんけれども、トナーレのグレード展開はこのハイブリッドとプラグインハイブリッドの2展開というふうになっております。よりですね、走りであったりパワーを求めたい方にはプラグインハイブリッド、ディーラーさんおすすめしているようですけれども、このですね、ハイブリッドモデルであっても合流加速は結構悠々ですね。スペックだけ見ると少し力不足かなというふうに思いましたけれども、かなり余裕はありますね。やはり低速トルクから中速域までを重視している、特性なんだろうなというふうに思います。このようにですね、今巡航に入りましたが、非常にスムーズですね。かなり車内もですね、静かなんじゃないかなというふうに思います。あとはですね、これでこのままクルージングに入ればということですね。なるほど。私の方はですね、これまで国産輸入車100種類以上試乗していますけれども、トナーレはその中で言うとかなり乗り心地がよくですね、イメージで言うとそうですね、BMW やメルセデスといったよりはレクサスに近い味付けかなと、こちらの場合は思いましたね。なるほど。非常にいいかなと思います。ただ、高速の追い越しでさらに加速した時に少し力不足というか、伸びが足りないなというのは正直ありますね。ここら辺でこだわりたい方はですね、トナーレのハイブリッドではなくてプラグインハイブリッド、もしくはですね、ステルビオといったもう一つ上のアルファロメオの SUV を選んでいくといいかなと思いますね。ここら辺はちゃんと正直にお伝えしたいなと思いました。それにしてもですね、トナーレは汎用性の高い車に仕上がっているなと思いますね。内外装のデザインはいいという話散々してきてますけれども、内装もですね、非常に個性的かつですね、古臭さというか、やぼったい感じも全然なくて、結構先進性を感じられますね。その中にアルファらしいおしゃれ感もあって非常にいいなと思っています。またですね、内外装編でもお伝えしましたが、私ステアリング好きなんですよね。アルファのこのパドルシフトがですね、独立した形でステアリングコラムについている形いいんですよね。ハンドルを切った時にパドルの操作がしやすいというふうに思います。あとレザーの質感なんかも結構ですね、艶やかな感じで、手触りで言うと、BMW の一昔前によくついていたダコタレザーのゴツゴツした感じではなくて、アウディのナッパレザーに近い感じだというふうに思います。こちらもですね、自身含めて家族が乗った時に居心地のいい空間になるんじゃないかなと思いますね。あと装備面で言うと、このトナーレのベローチェモデルであればハーマン感度が標準でついているようなので、音質もですね良かったですね。こちらハーマン感度 BMW にもついている高級スピーカーなので、ここら辺は安心できるんじゃないかなと思います。そういった意味でも家族での移動がですね、非常に快適な空間になるんじゃないかなと思いますね。はい、ということで今回はアルファロメオの新型コンパクト SUV トナーレハイブリッド試乗してまいりました。皆さんいかがだったでしょうか。コメントなどで感想など教えていただければ嬉しいです。またですね、トナーレの価格帯はこのベローチェで620万円車両本体価格ということで、乗り出しが700万円ぐらいかなというふうに思います。そうなると大体ですね、レクサスの NX とか BMW の X1 とかメルセデス GLA とかですかね、気になってくるんじゃないかなと思います。はい、それでは最後にトナーレのクロージングエンジンオフを見て終わりたいと思います。このロゴかっこいいですね。はい、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。皆さんも良いカーライフを。